皆さんこんにちは。ユーザーアドベンチャーズのゆうです。今回皆さんにスマホジンバルを紹介しようと思っています。私は DJI の OM4 を使うことが多かったのですが、インスタ360のフローが出てからは、インスタ360フローを使う機会が増えました。そして最近インスタ360のフロープロが登場したことによって、スマホジンバルはインスタ360のフロープロと DJI の OM6 で決まりかなって思ってたんですけど、最近面白い製品が登場したので、今回そのスマホジンバルを皆さんに紹介したいと思っています。最近のトレンドとしては、カメラジンバルだけでなく、スマホジンバルにも AI が搭載された AI トラッキングの機能が実装されていることだと思います。特にスマホジンバルに関しては AI トラッキングの機能を実装しているスマホジンバルがどんどん増えているような印象を受けています。さらにインスタ360フロープロは iPhone の純正カメラとネイティブ対応をして iPhone の純正カメラで AI トラッキングができるという画期的な機能を搭載しています。今こちらにインスタ360のフロープロがあるんですけども、今回は最新のスマホジンバルであるインスタ360フロープロと比較をしながら新しいスマホジンバルを皆さんに紹介していこうと思っています。それがこちらのホーヘムさんの iSteady V3 になります。カラーはブラックとホワイトがあるのですが、今回はブラックとホワイト両方送っていただきました。でそれがこちらのホワイトになります。こちらがブラック、こちらがホワイトです。カラーの選択肢があるのは結構嬉しいポイントかなと思います。いろんな撮影機材があると思うんですけど、特にスマホジンバルに関しては男性も女性も使うことが多いので、ブラックとホワイトが用意されているのはとても嬉しいポイントかなと思います。一方でインスタ360はグレーっぽい色味になります。ストーングレーというカラーのみでカラーの選択肢はないのですが、ホワイトとブラックの中間色のようなカラーデザインで、こちらのカラーデザインもとても好まれている、そういう印象を受けます。それでは早速こちらの箱を開封していこうと思います。今回はブラックのスマホジンバルの箱を開封していきます。ちなみにインスタ360フロープロの箱はこちらになります。ホーヘムの iSteady V3 と比べると少しだけ箱が大きい、そういう印象を受けます。それでは早速こちらのブラックの iSteady V3 を開封していこうと思います。先ほども説明したのですが、こちらの箱はこちらのインスタ360のフロープロと比べると少し小さい箱になります。では開けていきます。これは多分説明書ですかね。ガイドブック、説明書が入ってます。そしてこちらがスマホジンバルです。こちらですね。少し重いですかね。他のメーカーのジンバルと比べると少し重量があるような印象を受けます。しっかりと閉じるとホールドされて動かないので、なので例えばカバンとかポケットに入れてる時とかもかなり安心かなと思います。またこちらのジンバルはこちらのスマホホルダーの部分に関してはスマホジンバルと一体型になっているので、こちらのスマホホルダーを外すことはできない製品仕様になっています。こちらのスマホジンバルはどのぐらいのサイズ感なのかというと、 iPhone の14 Pro と比べると少し大きいぐらいのサイズ感です。で一方でこちらが iPhone の15 Pro Max なんですけど、それと比べるとだいたい同じぐらいのサイズ感だと思います。次にインスタ360のフロープロとサイズを比較してみようと思います。インスタ360フロープロはこちらになります。少しだけインスタ360フロープロの方がやや大きさがあるような印象を受けます。ここの部分が少し出っ張っているので、さらにインスタ360フロープロに関してはマグネットで装着できるスマホホルダーが別途ここに取り付ける必要があります。ホーヘムの iSteady V3 に関しては一体型のスマホホルダーとなっているので、特に取り外しをする必要がありません。インスタ360フロープロに関してはワンタッチで開閉して起動することができます。一方でこちらの iSteady V3 に関してはまずスマホジンバルを開いて、そして電源ボタンを押さないと電源がつかないという仕様になっています。今こちらで電源がついています。なのでインスタ360のフロープロと比べてワンタッチで起動することはできないんですけど、起動にそんなに時間はかからないのであんまり気にならないかなと思います。こちらのインスタ360フロープロとホーヘムの iSteady V3 を比べた時に、インスタ360フロープロに関してはスマホジンバルを閉じた時にこのようにジンバルが動いてしまいます。でまたこちらの部分ですね、こちらのホルダーに関しても回転してしまうので、ポケットに入れたりとかあるいはカバンに入れた時にここの部分がね動いてしまうと思うんですけど、
フォーヘムの iSteady V3 に関してはスマホホルダーの部分がねしっかりとジンバルのここの部分にガチャッと収まる形になるので全然動きません。なのでポケットやカバンに入れた時に非常に収まりがいいんじゃないかなって思います。なのでジンバルをこのように閉じた時に全然動かないっていう意味ではこちらの製品はとても優れているんじゃないかなと思います。インスタ360のフロープロに関しても特にすごいここら辺がねガシャガシャ動くわけではないのであんまり気にならないとは思うんですけど、フォーヘムの iSteady V3 の方がしっかりとホールドされていて動きにくい、そういう印象を受けます。私は iPhone の14 Pro と iPhone の15 Pro Max を使ってるんですけども、こちらのスマートフォンって結構大きいと思うんですよね。特に iPhone だけじゃなくて Android を使う人にとってはでかくて装着できるのっていうふうに疑問を持つ方がいると思うので、こちらの iPhone 15 Pro Max を取り付けてみたいと思います。こちらの iSteady V3 に関しては一体型のスマホホルダーをこのように伸ばして装着をします。こちらのスマホホルダーを伸ばしてみるとあまり力を入れなくてもこのようにスムーズに開閉をすることができます。実際にスマートフォンをつけてみるとこのように装着をすることができます。結構簡単に力を入れなくても装着が可能でした。今こちら装着したのが iPhone 14 Pro ですね。次に iPhone 15 Pro Max を装着していきます。このように装着できました。結構簡単に装着できました。あまり力を入れなくても装着ができるのでとても装着しやすいなと思いました。インスタ360のフロープロと比べるとどちらかというとこちらの iSteady V3 の方がスマホの取り付けはしやすい、そういう印象があります。スマホホルダーを使う時に全然力が必要なかったのはこちらになります。非常に装着がしやすくて便利でした。ただスマホホルダーに関しては好みもあるかなと思っていて、こちらの iSteady V3 のように一体型となっている方が取り扱いしやすいよっていう人もいれば、こちらのインスタ360フロープロのように分離をして装着できるっていう方がありがたい人もいると思うので、こちらは正直好みによると思います。ただどちらかというとインスタ360フロープロのこちらのスマホホルダーの方が硬い、そういう印象は受けました。次にインスタ360フロープロについては内蔵三脚となっています。なのでこちらのインスタ360フロープロのこちらの脚部ですね、こちらに三脚が内蔵でついています。なのでこのように三脚で立たせることができます。一方でこちらのフォーヘムの iSteady V3 ですね、こちらはどうなのかというとこちらの部分に三脚が内蔵されています。このように三脚を使って立たせることができます。今実際にこちら両方使ってみたんですけど、じゃあどっちが使いやすいのかっていうと両方使いやすいです。ただ今思ったのはこちらの iSteady に関してはこちらのジンバルを特に開く必要がなくて、開かなくても三脚部分をこのように開閉して立てることができます。インスタ360フロープロは通常このように閉じられているのでこの状態では内蔵三脚を取り出すことができません。なので一度こちらのジンバルを開いてから三脚を出す必要があります。なので内蔵三脚部分を素早く取り出してジンバルを設置したいっていう場合にはこちらのフォーヘムの iSteady V3 の方が早く三脚部分を取り出すことができます。実際に iSteady V3 を使った感想としては非常に映像が滑らかで縦揺れも少ない、そういう印象を受けます。縦横の変更は M ボタンがあるので M ボタンを2回押すことで変更が可能です。ジンバルの底には三脚ネジがついているのでこのジンバルを三脚などに取り付けてセルフ撮影などをすることもできます。またジンバルを伸ばして撮影することもできます。インスタ360フロープロに実装されている機能はほぼ全て iSteady V3 も備えていることになります。iSteady V3 は iPhone や Android の純正カメラアプリでトラッキングをすることができます。この製品の画期的なところはリモコンを取り外してリモート制御が可能なことです。リモコンを取り外して動画の録画の開始停止をこのリモコンで行うこともできます。またジンバルの操作をリモコンで行うこともできます。アプリ上で操作ができてもこのようなリモコンでワイヤレス操作ができるスマホジンバルを見たことがないのでこれは画期的な機能だと思います。リモコンはマグネットで着脱が可能となっており特に落下の心配をする必要がないぐらいの磁力となっているので取り外す時も磁力が強すぎるという印象はありませんでした。またリモコンをスマホジンバルに装着すると
リモコン本体にスマホジンバルから給電をすることができます。ワイヤレス操作をしている時と同様に、リモコンについてはスマホジンバルに装着した状態で操作することも可能です。トラッキングのセンサーはライトとトラッキングセンサーを兼ねていて、純正のカメラアプリであったとしても、センサーにジェスチャーをするとトラッキングを開始してくれます。インスタ360 Flow Pro は360度回転が可能ですが、iSteady V3 は回転範囲に制限があります。ただ、回転する範囲は広いので特に問題はないと思います。インスタ360 Flow は後ろにあるボタンを押すと緑のランプが点灯するので、それによって iPhone の純正アプリでもトラッキングをすることができます。一方で、ホーヘム iSteady V3 は OK のジェスチャーをすることでトラッキングを開始することができます。トラッキングが非常に滑らかで性能が高いという印象を受けます。このように両手の親指を上向きにしたり横向きにすることで、縦向きの撮影と横向きの撮影に変更することができます。このようなジェスチャー機能による縦向きと横向きの変更は他のメーカーでは見たことがないので、これはとても便利な機能です。毎回 M ボタンを2回押して縦横の切り替えをするのは大変なので、とてもありがたい機能だと思います。純正のカメラアプリだけでなく、ホーヘムジョイというアプリを使って操作やトラッキングをすることも可能です。ただ、アプリを使ったトラッキングは多くのスマホジンバルですでに実装している機能なので、一番大きなポイントは純正カメラアプリでのトラッキングだと思います。インスタ360 Flow Pro は iPhone の純正カメラアプリでのトラッキングしかできないので、Android は対応していないと思います。一方で iSteady V3 は Android にも対応している点が素晴らしい利点だと思います。さらに素晴らしい機能は、こちらのジェスチャーをすることによって自由に構図を変更できることです。スマートフォンジンバルのトラッキングは構図を自由に決められないというところが非常にネックだったので、その問題点をホーヘム iSteady V3 は解消しているので、本当に素晴らしい機能です。このような革新的な機能を実装しているスマートフォンジンバルをまだ見たことがないので、本当に素晴らしい機能だと思います。このように、ホーヘム iSteady V3 はトラッキング性能が他のスマートフォンジンバルと比べても突出している、そのような印象を受けます。本当に素晴らしいトラッキング性能です。ホーヘム iSteady V3 の価格は19,550円。インスタ360 Flow Pro の金額は通常版で19,800円なので、ほぼ値段は同じになります。どちらを買うかは好みによると思うのですが、純正カメラアプリでの AI トラッキング、そして取り外し可能なリモコン操作でセルフでの撮影を楽しみたいという方は、ホーヘム iSteady V3 を購入するのはとてもいい選択だと思います。今回、ホーヘムの iSteady V3 を皆さんに紹介しました。スマホジンバルは旅行や日々のコンテンツ制作、被写体を撮影するときなど多岐にわたって使用することが多いと思います。各社 AI トラッキングの機能を強化している点を踏まえると、セルフ撮影をする人々のニーズに対応している、そういうような印象を受けています。そのためコンテンツ制作や旅行、日々の思い出を一人で撮りたい、セルフで撮りたいっていう人にはとてもおすすめなスマホジンバルです。よく質問を受けることが多いのですが、旅行の時にどのカメラを買えばいいですかという質問をたくさん受けます。個人的にはカメラに関しては無理して買う必要はないんじゃないかなと思っています。もちろんカメラがどうしても欲しかったら買ってもいいと思うんですけど、今のスマートフォンの映像クオリティっていうのは本当に高いので、スマホジンバルがあればさらに非常に高品質な映像を撮影することができると思います。たくさんのスマホジンバルが世の中にありますが、 AI トラッキングの精度が高いスマホジンバルが欲しい方や、取り外し可能なリモコンを操作して自分のことを撮影したりリモート制御をしたいという方には、このジンバルはとてもおすすめです。この製品はスマホジンバルの市場においてある意味ゲームチェンジャーのような存在だと思っています。このような高性能で面白い製品が撮影機材の市場に出ると、その次に出る製品もどんどん面白くて高機能なものが出てくるので、このスマホジンバルは十分とても素晴らしいと思いますが、今後がさらに楽しみになる、そんな製品だと思っています。個人的に本当にお勧めできるスマホジンバルだと思うので、ぜひ購入を検討してみてください。今回のビデオを見てくれて本当にありがとうございます。今後も引き続き撮影機材を皆さんに紹介していきたいと思っているので、まだチャンネル登録をしていない方はぜひチャンネル登録をしてくれたらとても嬉しいです。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ではまた。